どうも、クビオです。今、自分の住んでいる富山県の道の駅にいます。かなり山奥にある道の駅上平です。今回の車中生活は時間たっぷりありますので、ゆっくり一般道で道の駅巡りながら車中泊で新潟へ向かいます。富山県の道の駅、全部行けますかね。あさってのお昼までに新潟に着いてないといけません。まもなく日が暮れて夕方になりますので、今日は早めに車中泊して明日の朝からたくさん回ります。せっかくなんでスタンプラリーブック買います。はい、すいません、スタンプラリーブック買いたいんですけど、400円になります。すいません。はい、スタンプラリーブックゲットしました。北陸の道の駅です。こういった道の駅のマップもついていました。目標は富山県全17カ所制覇です。富山県ベスト道の駅、車中泊する人の視点から最後選びたいと思います。駐車場フラットかどうか、騒音、治安、スマホの電波、スーパーなどのショップが近くにあるか、車中泊目線で選びたいと思います。早速一つ目のスタンプありました。道の駅上平。はい、押せました。今日車内のセッティングなんですけど、シャワーも準備しています。温泉併設の道の駅であればそちらの温泉を利用します。そしてこのマルチルームに置いているカセットトイレなんですけど、撤去しラップボンに変えました。これ上の蓋外して簡単に細く折りたたむことができます。でシャワー浴びるときはトイレをこっち側に移動して、ここ全部使えますんで、かなり広くなると思います。今回の車中生活でシャワー浴びるのを楽しみにしてます。食事も車内で調理していきます。道の駅で地元の食材を売っていたら購入して調理して車中飯も楽しみます。 LP ガスも積んでますんでガスコンロも使えるんですけど、こういった電気のホットプレートも持ってきました。こちらも使っていきます。そして新たに2箇所 DIY しました。一つはこの電子レンジ変えました。前に設置されていたものは最初からついていた電子レンジなんですけど、消費電力が 1300W ぐらいでした。このキャンピングカーは 1500W まで使えるインバーターが搭載されてるんですけど、このエアコンを使った後切って前の電子レンジ使うと、なぜかインバーターから落として止まっちゃうんですよね。なのでこの電子レンジは消費電力 1000W ぐらいなんで、こちらに変えて一度試してみます。一応予備でこのポータブルバッテリーも持ってきました。こちらは 1200W まで消費できます。あとはこのソファーの下にある走行充電器にファンを取り付けました。これがエノジーの走行充電器 60A で充電できるんですけど、夏場とかですね、使っていると温度がどんどん上昇してきて 60A でなく 40A、30A と下がってきます。なのでここに USB ファン設置しました。これまだ仮置きで効果があれば固定しようと思います。サブバッテリーには直接つないでなくて、この USB で挿して電源を送るようにしてますんで、これでオンオフできます。手動です。はい、これで風が送られています。それでは道の駅でお土産や食材など見てきます。道の駅上平の駐車場はかなりフラットで、仮眠してもぐっすり眠れそうです。大型車は10台駐車可能で、普通車は57台です。5時半までショップは開いてますが、地元の食材が売っている販売所はもう5時で閉まったようです。今5時10分過ぎです。もう一つ敷地内にお土産屋さんあるんですけど、こちらももう閉まっています。道路側なんですけど、すぐ目の前に高んぼスキー場というスキー場があるようです。車の通りはそんなに多くないんですけど、結構ね、やっぱり田舎特有の速度がすごい皆さん速いですね。なんで騒音は結構大きめに聞こえます。レストランがあるんですけど、空いてると思ったらもう全部閉まっていました。道の駅の建物の後ろには庄川という富山県を代表する川が流れています。かなり流れも速くて大きい川です。で、あそこにちょこっとだけ落差 40m の滝が見えています。なんかこうやって全体見るとすごい味がありますよね。3、40年前にたくさんあったドライブインという感じがします。でもちろんこの辺はコンビニやスーパーなどありません。もう日が暮れるんで今日はここで車中泊して明日早く回ろうと思ったんですけど、この近くにもう一軒道の駅ありますんで、少しでも回っておきたいと思います。それでは安全運転で行ってきます。ここから山の中を25分ぐらい走って次の道の駅があります。この辺は豪雪地帯で世界遺産の合掌造りの村があります。でさっきなんですけど、お店が道沿いにあって、なんと熊の料理を出していました。この辺ツキノワグマ生息しています。夜中とか歩くの怖そうですね。
はい、到着しました。もう山の中で周りは何もありません。いやー、景色最高ですね。車も1台だけですね。ほとんどいません。こちらにも駐車場があります。結構平坦ですね。斜めってません。でも営業時間外なんでショップは全部閉まっています。これすごいですね。世界遺産の合掌造りです。うわ、すごい迫力です。ここトイレなんですけど、すごい綺麗で、なんか和という感じの作りでおしゃれですね。で、ずっとですね、なんかおしゃれな BGM が流れてます。お店もやってないんですけど、これもしかしたら熊対策で流しているのかもしれません。駐車場内は街灯がいくつかあるんで、周り山に囲まれていて真っ暗なんですけど、街灯のおかげであまり怖くないです。この街灯ずっとついてるんですかね。夜中になったら消えそうです。真っ暗な夜道走行するのも怖いんで、今日はもうここで車中泊します。真っ暗になったらかなり怖そうですね。駐車場車1台しかないんで、誰もいなくなったらどうしましょう。とりあえず車中泊の準備します。はい、セッティング完了しました。今日はもうこれお座敷モードにしています。テーブル跳ね上げて、これ寝る用の下に敷く敷きパッドとタオルケットなんですけど、こんな感じで広げたらもうすぐ眠れます。リアに2段ベッドがあるんですけど、エアコンの風が後ろまであんま通りにくいんですよね。まだまだ蒸し暑いので、今日はここで快適に眠ります。道の駅のスタンプなんですけど、この平押そうと思ったらもうショップ開いてなくて入れなかったんですね。で、中にハンコありました。そっか、営業時間内に回らないとスタンプ押せないんですね。外に置いてくれてたらいいんですけど、これは想定外でした。明日の朝、もし空いていたら朝に押します。それではご飯にするかシャワーにするかなんですけど、今日結構汗かいてしまったんで、先シャワー入ってさっぱりします。まずは温水ボイラーでシャワーのお湯温めます。で、スイッチここなんですけど、元栓外開けていませんので先開けていきます。はい、じゃあ LP ガスの元栓開けます。もう真っ暗でびっくりするぐらい辺りは静かです。周りはもう漆黒の闇っていう感じですね。はい、それでは車内のガスの栓開けて、でボイラースイッチを押します。ガスの警報器もつけておきます。いやー、しかし外は真っ暗でもう誰もいなくなっちゃいました。結構怖かったです。でもキャンピングカー内に入ると全然怖くないんですよね。こんな山奥で真っ暗な場所なんですけど、すごいいつも不思議に思います。はい、じゃあシャワーの用意します。ちょっと早いんですけど、シャワー後はもうパジャマに着替えて車内でゆっくり過ごそうと思います。あとはマルチルームをセッティングします。このラップ式トイレラップポンは半手動のラップトイレになります。これが防臭袋なんですけど、これをここのはめるところありますんではめて、で使用後は凝固剤入れて、でこのレバー引きます。でこう引くとここで圧着されます。これが凝固剤ですね。このマルチルーム内電源は来てないんですけど、このバッテリーですね、専用のバッテリーありますんで、これを横につなぎます。こっちですね、ここにあります。挿してで電源オンにすれば使用できます。じゃあシャワー入りますんで一旦はけます。こんな感じですごいコンパクトになります。これならここに置いといてドアを開けることもできます。これでかなり広くなりました。これがカセットトイレ撤去する前の映像です。もうこんな感じでがっちり設置されています。撤去は自分でやりました。うまくできるか不安だったんですけど、
とにかくネジを外していきました。まずはカセットトイレ一番下のネジ、これでも外れなかったんで、上のネジや外れるとこ全て外していって、あとは力ずくで揺らしながら取っていきました。そうするとなんとか自分でも取れました。時間にして1時間ぐらいですかね。不安でしたが自分でも DIY で取れました。なぜカセットトイレをやめたかと言いますと、一つはカセットトイレの洗浄するお水に入れるリンスの匂いです。どうしてもこの車内に軽く匂ってきます。あとは車中泊終わりの汚物タンクの処理です。だんだん腰が重くなってきました。取ってしまえばその2つのデメリットがなくなるので思い切って取ってみました。メリットとしてはまずはこのシャワーの広さですね。これはめちゃくちゃ快適です。前はここのスペースですね。ここで洗ってました。すごい狭かったです。で、この半手動トイレラプポンのデメリットなんですけど、なんといってもコストですね。これ防臭袋は専用のやつで業界代合わせるとなんと200円近くします。なのでちょっと気軽に使用する気は起きません。普段は道の駅やサービスエリアのトイレを利用させてもらって、こういった夜中怖いところですね、あとはツキノワグマなど野生動物が出るところも車内のトイレを使用します。200円でクマに襲われる危険がなくなると思えば安いもんです。あとはこの跡が残ってますね。カセットトイレ外してからネジが開いていたんで、その穴をコーキングで埋めました。今は仮なんで、また今度しっかりきれいに処理したいと思います。このラプポンの土台、プラダなんですけど、これ実はカットしています。軽キャンピングカーに乗せていたんで、少し高さを下げました。で、もう一種類台があって、強化プラスチックみたいな感じで、しっかりとした台があります。で、そちらは台だけ購入できるようなんで、また今度買ってみたいと思います。はい、じゃあシャワー行ってきます。いやー、気持ちよかった。これシャワー浴びた後なんですけど、やっぱりですね、めちゃくちゃ広かったです。これ子供と2人も大丈夫ですね。で、シャワー後の掃除なんですけど、こんな感じで障害物、トイレがなくなったんで簡単に水切りができます。やっぱり仮設トイレは曲線とかすごい多かったんで、なかなか水分が拭き取れませんでした。で、このシャワーカーテンがあるんですけど、全部隠れないんですよね。これないことによって掃除の楽さは全然変わりました。しばらく窓開けて乾燥させておきます。それではドライヤーで髪の毛乾かしたいんですけど、エアコンと併用するとワット数がオーバーしてしまうんで、エアコンを切っていつもは使用してるんですけど、今回ポータブルバッテリーありますんで、ドライヤーはこちらのポータブルバッテリー使います。こちらは U グリーンのポータブルバッテリーです。すぐに使えるようにもうこの延長コードは挿しときました。このクリップタイプの延長コードかなり便利ですね。こんな感じでかけて使用できます。さあ、それではキンキンに冷えたビールといきたいんですが、道の駅なんでこのハイネケンのノンアルコールビールにしておきます。さあ、それでは車中飯にしよう。でも今日は道の駅で何も食材買えなかったんで、もうキャンピングカーに積んでいるインスタントうどんどん兵衛と、この冷蔵庫にあったネギと調味料でなんか創作料理作ってみるか。ダメだ、何も浮かばない。俺にはできない。首をどうした？どん兵衛の神様、どん兵衛神来てくれたんですね。どん兵衛はあるんだけど何も浮かばなくて。たまにはそんな時もあるさ。これを使いなさい。鶏団子、これで何ができるんだ。本能のままでいい。思い浮かんだものそのまま作ってみろ。今の俺にできるかな。おっさんになってからがほんまの冒険や。楽しめ楽しめ楽しめ。やってみるか。まずは麺を粉々に砕く。
ぐらいになったら再びカップに戻して少し水を含ませる。お揚げさんは細かくカット。ネギもカット。ここに刻んだお揚げさんとネギを投入。付属の粉末スープ半分。しっかり混ぜてから鶏団子を投入。混ぜる。揉む。油を敷いて一口サイズに並べていく。8分蒸し焼きにする。あとは串に刺して盛り付けたら完成。どん兵衛のネギつくね棒完成。もうお酒が飲みたくなるようなおつまみ晩ご飯完成しました。それではいただきます。ごちそうさまでした。それでは洗い物して片付けていきます。ホットプレート洗う前にさっきこの重曹配合のウェットティッシュ、こちらで汚れを落としていきます。ある程度大きい汚れはこれで取っておいて、排水タンクはあんまり汚れないようにしていきます。今回使用したこのホットプレートなんですけど、上が取れます。なんでこれ丸洗いできます。これは嬉しいですね。そしてかなり深いんで、これ油跳ね横に飛び散りにくいです。で、この2人いますんで、こんな感じで蓋したら蒸し焼きみたいなこともできます。よく見たらちょっと隙間空いてるんですよね。なんで、ここに普通は蓋に穴開いてるんですけど、これは穴開いてません。この横から水蒸気が適度に逃げてくれます。ちょっとホットプレートが大きくて、シンクにこれ入らないですね。斜めにしないといけません。でこれで洗っていきます。あとこのホットプレートなんですけど、意外と消費電力が少なくてマックス 600W でした。なのでこのエアコンと併用して使ってもインバーターの許容はオーバーになりませんでした。深型のホットプレート以外にもう一つこういうのもついてきました。これ焼肉プレートですね。真ん中は穴開いてます。でここにお水をセットして焼いていくと油が全部落ちていくみたいです。なので明日の夜はこれで何か焼きたいですね。煙も少なそうです。それでは寝る準備して歯磨きします。はい、一瞬で完成しました。これでいつでも眠れます。今車内の温度が 25.2 度、外気温が 25.6 度ですね。じゃあちょっと27度にして眠ります。はい、明日の朝アイスコーヒー飲みたいんで氷作っておきます。道の駅って特に用事もなく寄っても楽しいですね。どんな建物なのか、どんなお店があるのか、どんな景色の駐車場なのか、地元の方や旅の方、どんな人たちが集まっているのか、立ち寄るだけで楽しいです。今回最終目的は仕事の用事ですが、初めて行く場所多いのでワクワクして楽しいです。おっさんになってからが本物冒険ですね。明日もたくさん冒険したいです。
おはようございます。もうめちゃくちゃ静かで家買っていいぐらい爆睡しました。いやーなんかすごい疲れが取れました。今日は長時間運転するんで頑張れそうです。エアコンもしっかりついてますんで快適です。今現在の外の気温が 32.1 度、中の温度は 27.4 度です。サブバッテリー残量は 65% です。思っていたより減ってましたが、今日長時間走ります。で走行充電でバッテリーまた溜まると思います。新たに取り付けた走行充電器に向けて送る冷風ファンですね。こちらの効果を試すにはバッチリです。それでは朝のセッティングして目覚めのコーヒー飲んでパパッと出発します。このタオルケットと敷布団はまた今日使えますんで、この状態のまま畳んですぐにまた使えるようにしておきます。はい、一瞬で完成しました。じゃあコーヒー飲みます。いただきます。朝ごはんなんですけど、そんなにお腹空いてなくて、今日はたくさん移動したいんで、朝昼兼用でもうちょっと後でいただきます。これ昨日いただいた道の駅のマップなんですけど、今この平にいます。で次はこのリガって書いてトガっていう場所ですね。ここに向かいます。でここ直では行けなくて、なんか山一つ越えるみたいです。このトラックナビによりますと58分結構かかりますね。やっぱこれ直で行けないんで、この回り道をするようです。でもう一個ですねルートあります。これ近いんですけど24分になりました。ただこれは推奨の道路じゃありません。トラックナビは高さ制限や幅広いとこを選んでくれて、トラックが走りやすい道を選んでくれます。推奨ルートだと1時間近くかかります。早い方のルートで行ってみます。これが吉と出るか京都出るか、今日も冒険が始まります。着替えてこのスタンプラリーのスタンプ、道の駅で押せそうだったら押していきます。うわ、空気が美味しいです。昨日は周辺真っ暗で怖かったんですけど、朝はもう絶景ですね。ただ街灯は24時間ついてましたんで、道の駅の駐車場内は明るめでした。スタンプラリーの看板ありましたね。じゃあ2つ目の道の駅平スタンプゲットです。ちょっとお土産チェックしてから出発します。はい、道の駅平さんありがとうございました。すごい静かで、何より仮眠の質を大事にされる方はおすすめな道の駅です。さあどんな道が待ってるんでしょうか。ここ左行くんですけど、あれダメですね。全面通行止めになってます。この先都外は行けません。あらら。でも少し迂回したら行けそうですね。もう一個のルート1時間かかるルートよりかは早いみたいなので、一回そっち行ってみます。こっち行けますね。かなり急な坂になっています。でも景色は絶景ですね。うわー、ここすごいな。絶景です。やっぱりこういった景色に出会えるのが車中生活、旅の魅力ですね。でもなんかここ罠がありますね。イノシシや害獣がたくさん出るようです。心配していた道幅なんですけど、もう中央線はうっすらありますね。これ2車線あります。問題なくキャンピングカーでも通行できます。よかったです。はい、到着しました。駐車場はなんとこれ市役所です。
南砺市役所戸賀市民センター、2019年に休業していたそうですが、2021年にここに移転してリニューアルオープンしたそうです。道の駅と郵便局が合体しています。もうこんな感じで観光地というよりかは市民の方、現地の方の生活の拠点になっている感じです。はい、道の駅戸賀スタンプゲットです。地元の特産物も売ってますんで、お土産買っていきます。でもショップの奥の方にこれカフェがあるそうです。なんか友達の家みたいですね。この辺スーパーも何もないので、この道の駅のショップの中に生活必需品やお酒なども売っていました。地元の方の生活を垣間見ることができる面白い道の駅ですね。じゃあちょっと缶コーヒーでも飲みながら先に進みます。わ、すごい、こんなところに虫が入っています。蜂もおります。どうやって入ったんでしょう。はい、じゃあ今から山を降りていきます。今富山県の西側の山の方にいますんで、まずは西側の道の駅全て行きます。富山県の西半分を五西と呼びます。東側は五島です。で、今から行くところは富山県でも僕も大好きな風景、三居村のある南砺市と砺波市の道の駅に行きます。三居村とは散らばる住居の村と書きます。その名の通り一つ一つ家が離れてるんですね。特に南砺市、砺波市はほとんど三居村で絶景が広がります。くねくね道をずっと走ってきて、山を抜けたらすぐにあった道の駅です。駐車場はすごい広くて開放的です。こっちの駐車場はもうほとんど傾斜がないですね。向こうの端の方はかなり傾斜があります。駐車位置に気をつければ車を平行に保てます。道の駅稲見スタンプゲットです。ここからすぐ横 2,3 分で道の駅昭和はありますんで、そちら向かいます。ほんとすぐ到着しました。で、間もなくですね、Zoom で大事な仕事の打ち合わせがあります。道の駅でスタンプをしたら車内で仕事します。ここの道の駅は幹線道路沿いになりますんで、今までと全く雰囲気が違って街中の道の駅という感じです。比較的建物も新しくて綺麗ですね。あ、なんか忘れ物あります。これ GoPro のマイクアダプターですね。誰か YouTube やっていたんでしょうか。道の駅に届けてきます。道の駅昭和スタンプゲットです。涼しい。車出るときにエアコンつけといて正解でした。今日曇りなんですけど、外気温が 34.1 度と高めです。はい、じゃあネットつながりますんで、ここでズーム会議します。大事な打ち合わせなんで、しっかりとした服で会議します。よいしょ。よろしくお願いします。はい、無事終わりました。約1時間ぐらいですかね。もうこのままちゃちゃっと朝昼兼用のお昼ご飯いただきます。簡単に冷蔵庫にあるものと、このマルちゃん製麺の袋麺、こちらでレンジで簡単焼きラーメン作っていきます。さあ、この新しく入れ替えた電子レンジ、無事使えるでしょうか。で、エアコンと併用したらダメなので、エアコンは一旦切って、エアコンはポータブルバッテリーの電源使います。それができるように、この延長コード用意してました。こちらエアコンからインバーターにつながっています。で、これ途中抜きます。そしてこれがポータブルバッテリーの延長タップです。で、これエアコンのコンセントを挿します。これで使えるはずです。動きました。はい、ポータブルバッテリーでしっかりエアコンが動いています。現在消費電力は約200ワットですね。さすが家庭用エアコン、消費電力はめちゃくちゃ少ないです。しかしポータブルバッテリーでエアコンが動いているのなんか不思議な感じですね。これでこのキャンピングカーの中に内蔵されているインバーターはこの電子レンジだけで使用できます。ちなみに今エアコンの設定温度を22度にして、で風量マックスにしてみました。そうすると消費電力が480ワット消費しています。この消費電力はずっとだったらバッテリーすぐなくなるんですけど、家庭用エアコンはインバーター内蔵されていますんで、設定温度になったら消費電力はぐんと下がります。やっぱりキャンピングカーのエアコンは場所があれば家庭用エアコン一択ですね。
はい、じゃあレンジで簡単に焼きラーメン作っていきます。そして野菜類、昨日余ったネギと道の駅で買ったキャベツともやし入れます。そしてお肉類欲しいんですけど、今チャーシューなどないんで、先ほど道の駅で買ったこの南都ポーク、南都市の豚肉を入れて一緒に温めます。さあ、ここにお水約 150ml ラップして電子レンジ 500W4 分。はい、今のとこ問題なく動いてくれてます。よかったです。はい、じゃあ途中で麺を一旦ひっくり返します。ここに付属のスープ半分、そしてあえてから卵、豆乳、電子レンジで爆発しないようにもうぐちゃぐちゃにしておきます。そして最後にラップして2分温めてネギをかけて完成。レンチン塩焼きラーメン。はい、いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。汁も出なくて車内で簡単にできますんで、かなり車中飯向きなレシピですね。はい、じゃあ軽く汚れ取ってから洗います。はい、それでは再出発します。うわ、これがまさしく三居村の風景です。一軒一軒すごい離れてて綺麗なんですよね。はい、ちょっとねゆっくり回りすぎて、このままだったら全部回れる時間がなくなりそうな感じなんで、この五城エリア、富山西の方はパパッと行ってパパッと反抗してきます。道の駅福光です。スタンプゲットです。はい、到着しました。道の駅砺波です。はい、スタンプゲットです。はい、道の駅メルヘン親指です。はい、スタンプゲットです。道の駅万有の里到着です。はい、スタンプゲットです。道の駅氷見到着です。はい、スタンプゲットです。道の駅天原市です。はい、スタンプゲットです。道の駅カモンパーク新港到着です。はい、スタンプゲットです。これで五城の道の駅すべて回りました。富山県のこっちがですね、すべて回りました。ここから東側五島エリアに入ります。東側の道の駅で唯一一つポツンと山の中にある道の駅細入で、こちら先に行っておきます。
ここから細いリンまでかなり距離ありますんで検証したいと思います。走行充電器なんですけど、ファンを回すとどのぐらい効率上がるか検証してみます。今さっき信号待ちの時アプリで走行充電器の温度と発電量を調べました。走行充電器自体の温度が45度、そして発電してからの充電の能力が 305W でした。やっぱりこれかなり押してますね。マックス 800W ぐらい充電できるんですけど、次コンビニ止まってファン回してどのぐらい温度が下がって発電からの充電が増えるか検証してみます。はい、じゃあここでコーヒー買います。助手席後ろにあるこのスイッチを押します。はい、これでファン回りました。はい、今走り始めて約15分ぐらい経ったんですけど、アプリの温度計見ると走行充電器内部は39度まで下がってます。さっきファンつける前45度だったんで6度下がりましたね。はい、今信号待ちなんでアプリ見てるんですけど、39度で充電発電量は 450W まで増えてます。やっぱりファンがあるのとないのとでは全然効率が違いますね。でも本来は 800W まで充電される能力がありますので、もうちょっと改善したいですね。そして山に入ると急に激しい雨、さっき雷も鳴っていました。はい、着いたんですけど、ちょっと傘持ってなくて土砂降りですね。ちょっとパパッと反抗してきます。はい、これ雨雲レーダーなんですけど、うわ、ちょうどもう真っ赤ですね。現在地が多分積乱雲です。これスタンプゲットです。はい、お店の外には新鮮なお野菜が100円で売っています。こんな感じでなんか屋台みたいな感じで飛騨牛の串焼きやみたらし団子、向こうの方には小餅あゆの塩焼き600円で売ってます。おじいちゃんおばあちゃん焼いてるんですけど、ちょっと傘持ってないんでもう見に行けないですね。こっちがなんか大きい公園もあるんでいろいろ回ってみたかったんですが、もう先を急ぎます。駐車場も2カ所あってまあまあ平坦です。そしてこの辺もよく熊が出没します。さっと行って出発します。次は富山湾の近く滑川市の道の駅に向かいます。はい、山降りたらもうすぐ雨止みました。日が暮れる前に到着しました。駐車場はもう本当に平坦という感じです。駐車場のすぐ横にはホタルイカミュージアムあります。でこちらもすぐ横には海があります。あ、もう夕日は沈みましたね。富山湾が一望できます。まるで映画のワンシーンのような綺麗な景色です。山から流れ来た川とちょうどここ海が交わるとこです。3月ぐらいから6月ぐらいまでここでホタルイカがたくさん取れます。海の目の前にはなんと魚釣りの餌の自販機があります。すごいですね。釣り禁止の場所が多い中、こうやって公認されている貴重な場所ですね。道の駅は5時まででスタンプは中なんで今回は押せません。ここで車中泊して明日の朝押してから出発しようかなと思ったんですけど、残り道の駅2つなんですよね。ここまで来たら全部回りたいんで、次の道の駅の道の駅黒部へ行きます。そこは営業時間9時までやってるみたいなのでスタンプ押せるようです。はい、到着しました。去年できたばかりの道の駅なんでめちゃくちゃ綺麗です。駐車場はこんな感じで L 字になっています。この水が出る融雪装置もありますんで、冬場も安心して駐車することができます。若干こっち側が下に下がっていて斜めっていますが、そんなに気になるレベルではありません。向こうが道の駅ですぐ横に広い公園があります。駐車場の後ろはなんとトレーラーのホテルがあります。なので車に来てこちらのホテルに泊まってもいいですね。その隣には銭湯サウナがあります。隣には24時間営業のスーパープラントがあります。そしてなんとその横ですね、コインランドリー24時間営業年中無休があります。住めますね。ここの展望台からは北アルプスが一望できます。明日の朝が楽しみですね。こんな感じで子供も遊べる場所があって、もう道の駅を越えた複合レジャー施設といったそんな感じです。この水辺エリアを渡って道の駅へ行きます。道の駅ここ黒部スタンプゲットです。もう新しいんで施設内はホテルのように綺麗です。トイレもめちゃくちゃ綺麗です。
今日はねシャワーじゃなくて横の温泉に入ります。うわ、ここすごいですね。なんか迷路みたいになってます。小屋がたくさんあります。これは家族風呂エリアやバレルサウナエリア、いろいろあるみたいです。この奥が大浴場なので行ってきます。いや、すごいおしゃれでした。お風呂なんですけど、浴槽はそんなに広くなかったんですが、炭酸温泉で、そしてサウナがなんと薪ストーブでした。本当に薪を燃やして温度を上昇させました。今日は天気が安定しないですね。大雨になったり止んだりしています。雷も結構光ってましたんで、もう車内でずっと引きこもると思います。今現在車内の温度が 30.3 度ですね。エアコンつけます。なんかすごい大粒の雨で音がかなりします。いつもこんな音しないんですけどね。やっぱり富山県はよく雨も降るし、湿度が高いんで水分量が多いんですかね。ノンアルコールビール飲みながら少しゆっくりします。うわ、美味しそう。じゃあ今日はステーキソース宮のタレとネギをかけていただきます。いただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。それでは片付けていきます。まずはこのアルカリ電解水でホットプレートの汚れを浮かしていきます。うわ、この水を入れたお皿なんですけど、肉の油がすごい落ちてべっとりになっています。このまま排水口を流したらタンクの中がすごい油でびっとりになってなかなか汚れ取れにくいと思いますんで、トイレ用の凝固剤、こちらビニール袋の中に入れて固めて捨てます。この焼肉ホットプレートを使ってみて結構良かったですね。全部油が下に落ちるんですね。で、よく焼肉のホットプレートっていうのは網網になっていることが多いんですけど、これはもう坂になっていて勾配があって全部この中に落ちます。で、ここに集まるんで掃除も楽でした。そしてこのテーブル換気扇ですね。レンジフード、こちら回して、で、ここに油を吸収します。油煙とかですね。そしてその空気をこっちに送りました。で、換気扇の中に送って外に排出しました。こうすることにより今のところ焼肉の匂いはしてません。ただずっとおったんで、もしかしたら鼻が慣れてる可能性があります。また明日外に出てから車内入って検証します。残る道の駅は一つです。そこに行けば富山県の道の駅全制覇です。明日のお昼までに新潟に着かないといけないので、今日はもう早く寝て明日に備えます。ではベッド展開して歯磨きして眠ります。めっちゃ気持ちいいです。移動が目的で
途中の道の駅で疲れを癒す、そして観光も楽しむ。現代社会では立派な娯楽ですね。私たちはずっと働き続けないといけません。お金持ちになって仕事辞めて遊ぶ、いわゆるファイヤーですね。そうなっても結局鬱になったり成人病になったり生きがいがなくなったりします。そんな方々何人か見てきました。やはりおごらず、今目の前にあること全力で頑張る。できること、与えられたことを精一杯頑張る。これが一番幸福につながるかもしれません。一生勉強、一生青春、自分が一番楽しいこと、これからも冒険していきたいです。今からが冒険の始まりですねと意味わからんこと言っていますが、今日もいい夢見れそうです。おはようございます。少し眠たいですけど、まだ一箇所うなずきが残ってますんで、早めに出発します。雨はだいぶマシになってますね。よかったです。昨日の焼肉の匂いなんですけど、今はしません。ただずっといてますんで、トイレ借りるついでにちょっと散歩してから車内入って確かめます。今日はそんなに暑くないですね。ちょうどいい気温です。車中泊されている車もちらほらいます。やっぱりここ人気なんですね。少し曇っていますが、北アルプスが見えます。ここ黒部は富山県でも一番東の方になりますんで、立山連峰ではなくて北アルプスが見えるんですね。向こうの方に小さく見えてるのが立山連峰ですね。ちょっと上の方はもう雲で見えてません。麓の一部だけ見ることができます。自分も富山県に移住するまでは立山連峰や北アルプスがどこにあるかも分かってませんでした。2つの壁みたいな感じで立山連峰と北アルプスがあります。で、こっち側が富山県で、こっち側が長野県になります。はい、それではトイレ終わったんで車内戻ります。匂い大丈夫ですね。全然しません。やはりテーブルの上に置いていた換気扇がかなり効果あるようです。テーブルの換気扇からの風をこっち側に向けていたんで、うまいことこっちのレンジフードに行って排出されたようです。油が出にくいような調理が大前提なんですけど、ここである程度のホットプレート料理もこれからも楽しめそうです。やはりこのレンジフードですね。車内で車中飯などする予定のある方はかなりおすすめの装備です。傘ありました。このリアベッドの下に収納していたの忘れていました。富山県や北陸は晴れていてもすぐに雨降ったりしますんで、車中泊旅に傘は必須ですね。道の駅ここ黒部さん、ありがとうございました。それでは安全運転で再出発します。最後の道の駅が道の駅うなずきです。道の駅ここ黒部、海側から山側へ約20分ほどで着きます。結構近いですね。またこの辺景色がいいんですよね。畑や目の前に迫ってくる山々、この立山連峰ですよね。一番端ぐらいになるんですけど、すごい綺麗です。今日は曇っているんで上の方見えないですけど、晴れていたら本当に絶景です。とうとう最後の道の駅到達しました。ここ周辺は何もなく畑に囲われています。自分結構ここの道の駅の雰囲気好きなんですよね。駐車場は2カ所あります。まずは自分が止めたこちら側の駐車場、少しだけ斜めってますね。そしてこちら側はバスや大型車も止められる駐車場で、奥の方に一般の駐車場あります。ここの駐車場は区切られている線が2本線なのがいいですね。キャンピングカーも安心して止められます。最後の道の駅うなずきスタンプゲットです。少しお土産チェックしてから出発します。名物のうなずきビールもあります。まだ朝なんですけど飲みたいですね。まだ時間余裕ありますんで、車内で朝ごはんいただきます。卵とパンがありますんで、この家電コーナーにあるレンジとトースター使って簡単卵サラダパン作ります。ではパン焼いている間に卵サラダの準備していきます。お皿に卵3つかき
混ぜます。熱っ。こんがり焼けてます。まだですね。もうちょっと10秒ずつ追加して固めていきます。はい、結局2分ぐらい温めました。追加でいい感じに半熟になりました。ここにマヨネーズ大さじ3、塩コショウ少々混ぜます。あとはパンの上にレタス乗っけて卵サラダ乗っけたら完成です。ちょっと大きいんで食べやすいようにカットします。レンジで簡単卵サラダトースト完成。いただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。ちょっとゆっくりしていたら時間なくなりそうなんで、パパッと片付けて新潟へ向かいます。ちょっとマヨネーズ使ってね、お皿きれいにするの手間かかりますね。このアイラップ耐熱ポリ袋あったんで、こちらで卵サラダ作ったらよかったですね。次回からそうします。いやー、しかし富山県の道の駅は景色がいいところが多くて、一番決めるの難しいです。でも心を鬼にして独断と偏見を交えて決めたいと思います。もうちょっと悩みたいので、新潟行った帰り仕事の用事終わりにお伝えします。あとは走行充電器に新たに取り付けたファンですね。こちらも結構効果あったんで、帰りまたデータ取って最後でまとめてお伝えします。それでは安全運転で行ってきます。すっかり暗くなってしまいました。今帰りのパーキングエリアです。走行充電器に取り付けたファンの検証が終わりました。基本的にも走行中はずっとオンにしてファンを回していました。走行充電器ファンつける前、走行充電器の温度は45度、サブバッテリーへの充電は300ワット、ファンをつけると走行充電器の温度は39度、サブバッテリーへの充電は450ワットとなりました。温度6度下がり、充電量は300ワットから450ワットへ増えました。ちなみにカーエアコンつけていてアイドリング状態の数値です。でその後ですね、カーエアコン切って60キロ走行してみました。そうするとサブバッテリーへの充電は593ワット、走行充電器のカタログ値は約800ワットなので、カタログ値の7割ぐらいの能力に上がりました。この走行充電器のファンはもうずっとつけっぱなしでいいと思いました。今このファンはサブバッテリーから電源取っています。なので切り忘れるとこれどんどんサブバッテリー減っていっていずれなくなってしまいます。なのでできればエンジンつけた時に連動してつくようなシステムがいいかなと思いました。でも冬以外ずっとつけっぱなしがいいと思います。そしてこのカセットトイレ取ってから初めてのシャワーだったんですけど、やはり快適でした。まず広さですね。1人だったら十分2人でも入れるレベルです。前はこのスペースだったんで全然違いました。もう足洗うのもめっちゃ楽でした。掃除ももう平面ばっかしなんで楽でした。で後ろの排水も綺麗にここまで流れていました。ここに排水口があります。一方デメリットなんですけど、やっぱりこれ折りたたむ煩わしさは少しあります。ただこの快適さの方が断然勝っています。少し気になったのはこのトイレ折りたたむとかなりコンパクトになるのでここに収納できるんですが、やっぱりトイレ出すっていうのがちょっと抵抗ある部分はありました。1人だったら全然問題ないんですけど、人によっては衛生的に気になる人もいると思います。なので今後は折りたたんでからこの中で収納できるシステムを作りたいなと思います。なんか防水できるもんで囲って収納箱みたいなのを作って立てかけておくといけそうな気がします。さあそれではベスト道の駅選びたいと思います。全16カ所回りました。走行距離は約300キロでした。
富山県はコンパクトな県なので回りやすかったです。今回2泊3日で挑みましたが、途中仕事や撮影しながらじゃなかったら1泊2日でも全然余裕で回れると思います。では車中泊する視点で富山県のベスト道の駅決めました。2位と1位2つお伝えします。まずは2位から。2位は道の駅ここ黒部です。もう言うことないですね。新しいし、そして温泉、スーパー併設、トイレ超綺麗、誰でもおすすめできる道の駅です。家族でも楽しめるし、ソロでも楽しめます。駐車場も傾斜少なめ。ただ唯一気になったのが駐車場の幅です。こういった感じで駐車場の線が2本線ではなくて1本線なんですよね。なので結構幅が狭かったです。今回は道の駅かなり空いていましたが、混雑していて両隣車いるときはキャブコンだったらドア開けれるか心配です。それ以外は完璧でした。そうそう両隣車がぎっしり詰まっている状態っていうのは富山県ではあまりないので心配はいらないと思いますが、少し気になりました。さあそれではベスト道の駅1位は道の駅氷見です。広大な広さで開放的な空間は何回行ってもワクワクします。海が近いのもポイントですね。富山湾越しに見る立山連峰は絵画のようです。特にこれからの季節、秋冬は絶景なのでたくさんの人に見てほしいです。施設も完璧で、温泉と足湯併設、回転寿司に地元食材が売っているショップの豊富さはずば抜けています。スーパーやコンビニは徒歩圏内ないんですけど、それを上回る魅力があります。何より駐車場がいいんですよね。道の駅の目の前はここ黒部と同じ枠の線が1本なんですが、奥に砂利の駐車場があります。こちらが広くて傾きないので快適に過ごせると思います。ただちょっとトイレは少し遠くなりますが、車中泊するならここがおすすめです。という結果になりました。正直ここ黒部が1位でもいいくらいですが、道の駅氷見は能登半島大地震の被害が多く応援したいという意味も込めて1位にしました。富山県より西側の人はまず道の駅氷見に来てもらって、で東側の方は道の駅ここ黒部に来てもらってからいろいろ観光するのがいいと思います。で2つの道の駅も移動が約1時間半ぐらいなんで、1日で両方観光するのも全然可能です。その他の道の駅も絶景だったり自然豊かな場所が多くて静かな場所が多いんで、富山県の道の駅のレベルは高いと思います。そして道の駅での車中泊仮眠はマナーを守っていただいて、この文化も守って楽しんでいけたらと思います。また仕事関係で遠くに行く場合、違う県でもベスト道の駅選ぶ旅に行ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。